おはいえなし。この動画はエンドフィールドの敵硬くねって思ってる2週間前の私と同じような超初心者向けにやることやったら敵めっちゃ柔らかくなったよって共有するための動画です。やったことを全部で6つ紹介するんですが、全部やったら私はデイリーの周回スピード2倍になってかなり気楽になったので、皆さんもぜひ同じ思いを味わってください。早速本編どうぞ。お手軽な順にご紹介します。まず一つ目、キャラと武器のレベル上げです。まあそりゃそうっすよね。基本的にキャラと武器のレベルは90にしましょう。ただこのゲーム、レベル80からレベル90に必要な素材、ひいては必要な理性が跳ね上がります。後続紹介するやつ含めて理性が膨大に必要なので、全キャラ全武器レベル90にするのは至難の技です。妥協点としては、アタッカーについてはレベル90にして、それ以外のキャラはレベル80に留めるのも大いにありです。どのキャラがアタッカーやねんっていうのは攻略サイトに載ってるのでそちらを参照ください。一方で武器の方も同じ考えでOK で、アタッカー分はレベル90、それ以外はレベル80推奨です。後々ご紹介する気質による強化の方が消費する理性に対して強化幅の期待値は大きいんですけれども、気質による強化はランダム性が高く、せっかく理性を消費しても報われない場合があります。一方でこっちの武器レベルアップによる強化は消費した理性分確実に強化されるので、こっちを優先的に対応すればいいと思います。もちろん星5とかのつなぎの武器しか装備してない時は、後々武器を乗り換えることも見越して強化の優先度を下げましょう。一つ目、キャラと武器のレベル上げは以上です。2つ目、スキル強化&特化。キャラごとに戦闘スキル、素質、配属スキルがあるので、それらを伸ばしていきます。まず素質、配属スキルのうち能力値強化と素質については有無を言わさず獲得しましょう。能力値強化を獲得するにはそのキャラの好感度が一定値以上必要になります。 D ジャン号の式中数に配備してほったらかすだけでなぜか勝手に好感度が上がるので活用しましょう。一方で配属スキルの方は D ジャン号内での生産に関わるもので、戦闘には直接影響しないので気にしなくて OK です。で、残るは戦闘スキルの方。通常攻撃、戦技、連携技、必殺技の4つのランクを上げられます。最高ランクは9で、ランク9になるとそこからさらに3段階特化ができます。なので最大まで強化するとランク9特化3という状態になります。当然上がれば上がるだけ強くなるんですが、ランクを上げるにも特化するにもやっぱり素材必要問題が絡んでくるので、キャラごとに強いスキルを優先的に上げることになります。キャラごとのおすすめスキルはやっぱり攻略サイトに書いてあるのでそちらを参照ください。ちなみにランク上げや特化に必要なアイテムの大多数は理性の消費で入手できるんですが、特化の時に必要な存続の痕跡だけはかなりのレアアイテムです。入手手段としては各種イベントへの参加、保証配給からの交換、通行証の原石配給または協約特注など手段が限られているので注意しましょう。2つ目、スキル強化&特化は以上です。3つ目、強い武器と防具の装備。これも当たり前っちゃ当たり前ですね。まず武器の方、キャラごとのおすすめ武器は攻略サイトを参照ください。アタッカーを優先にできるだけ相性のいい武器を装備させてあげましょう。基本的には星6武器が一番強くて、中でもキャラと同時実装されるいわゆるモチーフ武器が一番相性がいいんですけれども、本作では実質無料で適用できる通行証の原石配給からも星6武器が入手できるので活用しましょう。続いて防具の方。ちなみに厳密なこと言うと、エンドフィールドでは武器のことを武器と呼び、いわゆる防具のことだけを指して装備と呼びます。ただ装備って言っちゃうとなんか装備を装備するとか分かりにくいので、ここでは直感性重視で胴、腕、アクセサリー装備のことをまとめて防具と呼びます。で、その防具のことなんですが、マップに落ちている設計図を拾った上で修正工業システムで作る〇〇装備部品、それと修正工業システムで作った製品をもとに入手する〇〇取引券、この2つを消費することで防具を作れます。やってみればわかるんですが、めっちゃ簡単に入手できる上に効果も高いので、防具についてはとっとと作って装備しましょう。キャラごとのおすすめ防具は攻略サイトを参照ください。3つ目、強い武器と防具の装備は以上です。ここまではレベルを上げて強いやつ装備するって話なんで、ゲーマーとしてはおなじみなはずで、こっからがエンドフィールド固有の話になってきます。4つ目、キャラの動かし方の理解。ちょっとこれだけ浮いてるんですけど、自分への戒めを込めて項目にしています。このゲーム、他のゲーム以上にボタンポチポチマンに厳しいです。具体的には通常攻撃の倍率がびっくりするほど低くて、ちゃんと手順を踏まないとダメージが出せません。例えばレーバテインの場合、豪華というものを4つ貯めてから戦技を使うと追加効果が出て、それがめっちゃ強い。で、追加効果が出せると必殺技をより早く使えるようになるんですけれども、その必殺技も通常攻撃なんか比にならないぐらいバリ強い。ただレーバテインは単独だと豪華を貯めにくくて、結果ダメージ倍率の高い追加攻撃も必殺技も出しにくい。なので他のキャラのサポートを受けてとっとと豪華を貯めるのが肝になってくるっていう話。このレーバテインの仕組みだったり他のキャラのサポートが必要って話を理解せずにボタンポチポチやってもクソ雑魚通常攻撃しか出せずダメージが出ないので、面倒でも他のゲーム以上にキャラの使い方を理解しにかかりましょう。使い方はゲーム内のキャラ画面のプロファイル、訓練から学べるんですけれども、あまりにも説明が乾燥しすぎていて個人的には若干わかりにくい。一方で動画とかでもいろんな方が解説されてるんですが、逆に情報がこってりしていてやや大変なので、私も今後初心者向けにあっさりめの、その代わりわかりやすさに特化した
解説動画を出すので、よろしければチャンネル登録お願いします。キャラごとの具体な動かし方の話は未来の私に託すとして、4つ目、動かし方の理解についてはこの場では以上とさせてもらいます。残り2つはいよいよやり込み要素の話。5つ目、防具の精密加工。乱暴に言うと防具を重ね合わせることで強化できる仕組みです。具体的には各防具につきアップする能力が3種類用意されていて、その能力ごとに精密加工を使って3段階までアップ値をさらに強化できます。なのでゴールとしては胴や腕の場合3つの能力値を3段階ずつ強化する、つまり都合9段階分強化するのがゴールになります。じゃあどうやって強化するのかっていうと、メニューの装備加工、精密加工から強化したいアイテムとその能力値を選んだ後、精密加工強化剤と重ね合わせるための金品質の防具を使うことで強化できます。精密加工強化剤は商品取引から入手できます。なので修正工業システムで頑張って取引券を集める必要があります。また重ね合わせる金品質の防具の方は選び方にセオリーがあるんですけれども、それは後ほどご紹介します。で、この金品質の防具と精密加工強化剤を使うと強化できるって言い切っちゃったんですけれども、普通に失敗することもあります。失敗した場合強化対象の防具は失われないんですけれども、精密加工強化剤と重ね合わせるために使った金品質の防具は普通になくなります。金品質の防具の方はまだしも、精密加工強化剤の方は1個得るのに必要な取引券が膨大なので結構しんどいです。これが修正工業システムで無限に取引券が必要になる理由の一つです。ただ失敗すると全てが無になるのかっていうとそうではなく、1回の失敗につき加工保証というパラメーターが1増えて、これが最大までいくと次の加工は必ず成功します。要するに運悪く失敗しまくってもいつかは成功する保険がついているというものです。精密加工のざっくりとした説明は以上で、あとは一つだけ細かい話。重ね合わせる金防具は何にしたらいいのかという話です。この動画投稿時点の話になりますが、一言で言うと、できれば旧国、なければ同じ防具がベストになります。その結論を理解するには精密加工の仕組みをもうちょい深掘る必要があるのでご説明します。前提として重ね合わせる防具は何でも OK ってわけじゃなくて、強化対象の防具と同じ装備部位、かつ強化対象のパラメーターの上昇値と同じかそれ以上でなければいけません。例えば強化したい防具、強化したいパラメーターがこれだとします。重ね合わせる防具何にしようって考えた時、全く同じ防具であれば当然強化対象と同じ装備部位であり、しかも強化したいパラメーターの上昇値が同じ、つまり同じかそれ以上っていうのを満たしているので、これは重ね合わせる防具として使えるっていうことです。一方でこういう防具だったりこういう防具だったら重ね合わせに使えないってことですね。これだけ聞くと、じゃあ全部何も考えずに同じ装備を重ね合わせりゃええやん、そっちの方が分かりやすいしって思うかもしれませんが、もう一個知っといた方がいい仕様があって、それが高適合というもの。さっき強化したいパラメーターの上昇値が同じかそれ以上だと重ね合わせの防具として使えると言いましたが、この時パラメーター上昇値が同じではなく強化対象を上回る防具を準備すると高適合という扱いになり、精密加工の成功率が上がります。同じ装備だったらパラメーターの上昇値は必ず同じになっちゃうので、高適合扱いを受けるなら別の防具を持ってこなきゃいけないってことです。で、ここでようやく登場するのが旧国シリーズの防具。この防具は他のセット防具と違って同じ種類の防具を装備した時に得られる3点セット効果が用意されていません。その代わりにパラメーター上昇値が他の装備よりも高めに設定されています。要するに精密加工で重ね合わせる防具のために生まれてきたような防具です。例えばこの防具の知性を強化したい場合、旧国シリーズの同じ同防具で知性をめっちゃ上げてくれるものがあります。なのでこれを選んで高適合を受けるのが鉄板ってことになります。ただ今回はたまたま知性を上げる同防具が旧国シリーズにあったんですが、ステータスと装備部位の組み合わせによっては該当する旧国シリーズがない場合もあります。その時はおとなしく強化対象と同じ防具を重ね合わせ防具として使いましょう。なのでできれば旧国、なければ同じ防具がベストになるってわけですね。精密加工の大まかな説明は以上で、細かい補足を2点ほど。1点目、どういう順で精密加工を頑張ればいいか。この手のシステムとしては例のごとくなんですが、0段階から1段階にするのが一番成功率が高くて、1から2、2から3段階にするにつれて成功率が下がります。あと強化した時の伸び幅は胴、腕、アクセサリーの順で高いです。というわけでおすすめの精密加工順は胴、腕、アクセサリーの順で、まずは0から1段階にして、同じ順で1から2、2から3段階を目指すのがおすすめです。留意事項1点目は以上です。2点目、精密加工をどこまで頑張るか問題。結論から言うとぶっちゃけほどほどでいいと思います。なぜかというと、この動画投稿時点で防具は金装備の一部までしか実装されておらず、今後おそらく赤装備が出てきてキャラごとの最適防具が変わる可能性が高いです。というかバージョン 1.2 の時点ですでに一部キャラでは最適防具が実装時点から変わってしまっています。ということは防具を重ね合わせて強化してもバージョンが進むにつれて最適防具が変わってしまい、重ね合わせ強化した分が無駄になる可能性があります。で、さらに言うと精密加工に必要な加工強化剤はものすごい量の取引券が必要と言いましたが、次に紹介する気質でもすごい量の取引券が必要になるので資源カッツカツです。加工強化剤もうあんまないよ、追加調達するにしても取引券高えよって気持ちになったら深追いせずやめましょう。一つの目安としておすすめなのが
は最初の安いやつと習字の高いやつだけ買うっていう付き合い方です。加工強化剤は最初数百個は安い値段で買えて、あとは1週間おきに追加で何十個か高い値段で買えるのと、同じく1週間おきに追加で何十個かバカ高い値段で買えます。なので安い値段で買える分の加工強化剤と、1週間おきに補充される高い値段の加工強化剤だけ買って消費して、バカ高い値段の加工強化剤はスルーするっていうのがおすすめです。ここはブリオの修正工業がどれだけ進んでるかによって取引権の供給量が変わって、ひいてはバカ高い取引権まで手が出せるかどうかっていうのも変わってくるので、臨機応変に判断しましょう。そんなわけで最後、話がちょっと細かいところに入り込みましたが、どうせこの先防具の更新もあるんだし、そもそも強化剤も高いから精密加工はほどほどで OK というのがこの動画のおすすめになります。長くなりましたが、強化手段の5点目、防具の精密加工は以上です。そして最後6点目、気質の厳選&強化。こいつが正真正銘のやり込みコンテンツです。悩ましいのがやり込みコンテンツらしく消費する理性の量えぐいし、ランダム性もめっちゃ高い博打ゲーなんですけれども、言うてダメージの強化幅も結構でかいので、これも精密加工と同じくほどほどには付き合った方がいいシステムです。そしてこれもかなりややこしいので、システムから丁寧にご説明します。まず武器には気質という物質をはめることでステータスを強化できます。強化できるステータスは武器ごとに全部で3つで、基礎効果、負荷効果、スキル効果の3つです。その武器のレベルが90の場合、ここが上から9、9、4になっているはずです。これはそのステータスの最大レベルみたいなもので、例えばフレームフォージの基礎効果、知性アップ大は今最大レベル9で現在レベル3。なのでプラス6レベルまで気質を装備することで強化できる余地があるということです。なお、スキル効果だけ最大レベルが4になってますが、武器の凸をすることで他のステータスと同様最大レベル9までアップ可能です。ただ武器の凸とか重課金者の世界なのでこの動画では立ち入りません。で、一つの武器につき気質は1個しか装備できないので、このフレームフォージの場合一つの気質で知性アップ大と攻撃力アップ大をプラス6レベル、余膜、方向する劣化をプラス3レベルできれば理想です。が、現実の気質はご覧の通り。ちなみに金気質以外はゴミなので無視してください。一つの気質につき3種類のパラメータを上昇させるんですが、たくさんあるパラメータの中からランダム3つが選ばれるので、そう都合よくフレームフォージのパラメータである知性アップ、攻撃力アップ、余膜の3つにぴったり該当する気質は入手できません。しかも運よく入手できたとしても、パラメータのレベルの上昇幅も初期値だとせいぜいそれぞれプラス1とかプラス2なので、気質自体を強化してプラス6なりに持っていかなきゃいけません。というわけで、パラメータが完全一致する気質を入手する。その気質をプラス6、プラス6、プラス3まで強化する。これをやるのが気質の厳選&強化になります。が、厳選も強化も理性をアホほど消費するので大変です。厳選と強化に分けてやり方を説明します。まず厳選の方、気質は10度超域臨界点でドロップするので、そこで完全一致の気質を狙います。10度超域臨界点の種類ごとにドロップする気質も異なって、どの10度超域臨界点でどの武器の完全一致気質がドロップしうるかはここから判別可能です。強化したい武器がフレームフォージの場合、10度超域活性点、ブリオ城か主訴を選べば OK ということですね。これもこっちを選んだ方がいいとかっていうのがあるんですけれども、それは後ほど説明するとして、今は一旦どっちか選べば OK っていう説明にとどめます。ゲーム内のこれに頼るでもいいんですけれども、概要欄記載の外部サイトもわかりやすいのでおすすめです。で、挑む10度超域活性点さえ決めれば、あとはそれをクリアするだけではあるんですけれども、挑戦する前に刻印効果というお助けシステムを使うかどうか聞かれるので使います。これは何かというと、普通にこの10度超域活性点をクリアすると、そこでドロップする気質のパラメータはご覧の一覧から完全ランダムでドロップされるんですけれども、フレームフォージの場合、知性アップ、攻撃力アップ、余膜が当たりなので、それ以外は全部外れになります。とすると、完全に一致する気質を当てる確率は5分の 1×8 分の 1×8 分の1イコール320分の1ということで、スーパーウルトラ激渋確率になってしまいます。ただ、刻印券という修正工業システムの取引券で得られるアイテムを一つ使うことで、ドロップする気質のパラメータを完全ランダムからまあまあランダムに変えてくれます。具体的には武器のパラメータには基礎効果、負荷効果、スキル効果の3つがあると言いましたが、このうち基礎効果のパラメータを5つからではなく3つからランダムで出るように緩和してくれます。加えて負荷効果とスキル効果のどっちか1つだけ狙ったやつが必ず出てくれるように緩和してくれます。例えばフレームフォージの場合、知性アップ、攻撃力アップ、余膜が当たりなので、基礎効果には知性アップを含む3つを指定して、負荷効果に攻撃力アップを指定すれば、狙ったパラメータが出る確率は3分の 1×1 分の 1×8 分の1イコール24分の1になるので、それでも24分の1かよって感じではあるんですが、320分の1よりは相当マシになってますね。なので基本的には10度超域臨界点に挑むときは刻印券を使うことになります。あとはひたすら回数をこなすだけです。頑張って完全
全一致の気質が出ることを祈りましょう。で、一つだけコツがあって、極力同時に複数種類厳選できるようにするといいです。例えば今私、フレームフォージ用の気質を厳選するのに、こう指定すりゃいいやんって言っちゃったんですが、実はこれ考えが足りてません。というのも、フレームフォージはレイバテインの武器なんですが、レイバテインの推奨パーティーにアケクリというキャラがいて、彼女と相性がいい武器にテルミットカッターという武器があります。で、テルミットカッターに完全一致する気質は、意志、攻撃力アップ、ルカイになります。ということは、刻印の選択肢をこうじゃなくて、こうすれば、フレームフォージと完全一致する気質も、テルミットカッターと完全一致する気質もドロップし得るようになるということです。なので、自分が何の武器を強化したいのか、全部棚卸しした上で、1回の重度超域臨界点で極力複数種類の武器の完全一致気質を拾えるように選択しましょう。考えるのがだるそうなんですが、こちらの外部サイトがおすすめで、強化したい武器を片っ端からドバドバ選択していくと、どの重度超域臨界点でどの武器が同時に厳選できるのかっていうのが一目瞭然なので、これを使いましょう。厳選のやり方は以上です。続いて何とかして完全一致する気質を得た後の気質の強化方法について、こっちは防具の精密加工とほぼ同じで超シンプル。強化対象以外の近品質の気質を1個餌にするだけです。この気質は何だっていいので、強化の餌にする気質を獲得するために刻印効果を使わないまま重度超域臨界点を消化するっていうムーブも普通にあり得ます。ただし精密加工と同様、強化値が増えれば増えるほど成功率は低下していって、有志のデータによると強化対象が基礎効果や負荷効果の場合、最初は 60% ぐらい成功するんですが、最後あたりは3% 弱ぐらいしか成功しません。スキル効果についても最初から成功率 10% ぐらいで、次はもう 4% とかになっちゃいます。要はめっちゃしんどいです。一応精密加工と同様、失敗時の保険があって、失敗するたびに冷却グリースというアイテムが手に入り、これを一定量消費することで必ず強化を成功させることができます。だったら最初の 60% ぐらい成功するやつは近畿質使って博打をして、最後成功率が数%ぐらいの時に冷却グリース使えばいいじゃんって思うかもしれませんが、成功率が低い時ほど成功に必要な冷却グリースの数もおおむね正比例する形で増えてきちゃうので、どこで冷却グリースを使った方が効率的かとかはぶっちゃけあんまないです。というわけで、自分が頑張れるところまで近畿質なり冷却グリースなり使って強化しましょう。さっき言った通り理論値はプラス6、プラス6、プラス3ではあるんですけれども、後半の成功率がめっちゃ低いことを考えると、プラス5、プラス5、プラス2でとどめるでも全然十分です。近畿質を1個得るにしても理性を使うことを考えると、これも理性消費量が途方もないので、繰り返しですが嫌にならない程度に頑張りましょう。最後に一つだけ注意事項。気質を強化するにはそれ以外の適当な近畿質を一つ餌にすればいいと言いましたが、餌にする近畿質が別の装備の最適気質でないかはチェックした方が無難です。さっきの例で言うと、フレームフォージに装備する気質を強化するのにいらんゴミ気質を1個捧げようとしたら、実はそれテルミットカッターの最適気質だったなんてことになったらもったいないですよね。捧げようとしている気質が何かの装備の最適気質になってないかっていうのもさっき紹介したサイトでチェックできるので、そっちを参照ください。悩ましいのが、今実装される武器の中ではどの武器の最適気質にもなってないけど、将来実装される武器の最適気質になっちゃうかもっていう話もありますが、まあそんなこと言い出したらキリないので、私はそこは割り切って気質捧げちゃってます。長くなりましたが、気質の厳選強化は以上で、最後にまとめると、キャラと武器のレベルを上げよう。アタッカーレベル90、サポーターレベル80推奨。スキル強化と特化をしよう。優先スキルは攻略サイト参照。強い武器と防具を装備しよう。相性がいい武器と防具は攻略サイト参照。キャラの使い方を理解しよう。当チャンネルでも今後解説するのでチャンネル登録よろしく。防具の精密加工をしよう。ただし防具更新の可能性もあるのでほどほどに。武器に合う気質を厳選し強化をしよう。ただし理性消費えぐいのでこちらもほどほどに。以上となります。では最後に、動画タイトルでネタバレしてますが、これらをやる前と後でデイリーがどれだけ楽になったかっていうと、メインアタッカーのレイバテインのキャラ武器レベル90、スキル特化はちょっとだけ、武器と防具は最適装備、使い方知らん、精密加工も気質も知らんという状態でデイリーをやったら1分49秒でした。で、スキル特化ゴリゴリ、使い方もまあ理解、精密加工と気質は妥協点よりもちょい下回るぐらいの感じで同じデイリーやってみたところ、なんと1回目の挑戦で59秒、ほぼ半減しました。おそらく何回もやれば、あるいは精密加工や気質をもう少し詰めればさらに縮むでしょう。体感でもめちゃくちゃ速くなった感じがして、このゲームへのストレスがまた一つなくなったので、今回ご紹介した手段のうちまだやってないものがある方いらっしゃればぜひやってみて、この気持ちよさを味わってください。先輩管理人の方、補足や訂正あればぜひコメントください。特になければ精密加工や気質の厳選強化どんだけ頑張ってるか教えてください。以上です。今後もエンドフィールドのお役立ち情報をバンバン共有していくので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おついなし。